うっす、浜湯です。皆さん、ついに萩がたくさん取れる季節がやってきましたということで、今回はサブチャンネルで、ほぼノーカットまではいかないんですけど、結構な皆さん大好き無修正な感じでいきたいと思います。早速じゃあ無人島へ網をやりに行きましょう。お猿さんがいっぱいいます。はい、じゃあ無人島に到着したんですけど、見てください。こちらなんでかわかんないんですけど、救命胴衣が誤作動で開いちゃいました。浮き輪みたいですね。なんか振動かなんかわかんないですけど、ボーンって落ちてないのに。じゃあウマヅラハギとかタイとか狙うに、まず縦網の方からやっていきます。目の粗い方ですね。じゃあ網上げる時の目印の旗から入れて、うっとしいこれ。で網入れていきます。で次は移動して磯立て入れます。メバルとか取るやつです。これで網入れは終了です。で帰って夕方というか、ちょっと暗くなったら来りに来ます。まだまだ水温が高いんですぐね魚が腐っちゃうので、早めに来たいと思います。3時間後。はい、じゃあ暗くなってきたので長靴履いていきたいと思います。尺化的長靴。ライフジャケットはこれを持っていこう。出航。はい、じゃあ早速上げていきましょう。まずは磯立てから。磯立てはですね、普通の縦網よりは目が細かいので、基本的には磯に立ててメバルを狙う、磯に網を立てるから磯立てという名前になっております。さあ網が上がってきました。果たして何かかかってきました。こちらカワハギですね。僕がいつもというかよく動画に載ってるのは、あっちはウマヅラハギ、顔がウマヅラだからウマヅラハギなんですけど、カワハギはその名の通り、皮を剥ぐというのがね由来とか、剥ぐ必要があるから、ハギっていう名前がついております。でさっき来たのは、タイの子ですね。タイ語って言います。よくねおじいさんが飴炊きって言って、すんごいね甘辛く醤油で、炊いて朝ごはんのおかずとかにして食べてました。でカワハギはですね、これ口見てもらったら分かるんですけど、口が小さいのでフグの仲間です。で餌を食べるときに海中の中でホバリングして、ヘリコプターみたいな感じですね。そんなして食べることから特になんか言われるわけではないんですけれども、そういう風に食べるよという感じでございます。さあ次、後ろに何か見えました。こちらはアカエイですね。
で赤エイはですね産卵期がだいたい8月とか9月なので、その時期にこのちょっと沖の方とかに網やるともう死ぬほど、かかってくることがありますが、もう今産卵を終えて、痩せてるので、その集団丸々っていうのはもうしなくなりまして、あんまり大量に取れることはありません。で赤エイの毒針がね、ほんと返しなっとって刺されるとめちゃくちゃ痛いです。ちなみにね、アイヌの昔の人がですね、トゲを切り取ってですね、矢にこう毒を塗って矢毒として利用したり、それとか竹とか木ですね、それにこう森のようにつけて使ってたことがあるぐらい、こう鋭く毒も強いお魚です。魚なのかな、ちょっと分かんないですけど。でその毒はですね基本タンパク質毒なんで、もし刺されてしまったら、お湯につければ大丈夫です。さあお目当ての一番でかいメバルが来ました。メバルが最近めちゃくちゃ相場良くてですね、もうちょっとしたら卵をはらみ出すんですけど、10月の時期っていうのは卵をはらむ前なので、個人的には一番美味しい時期かなって思います。でこちらがキジハタですね。生地のこう目の色が生地の緑によく似てるとか、生地旗模様があるから生地旗なんて呼ばれます。僕らはアコウって呼んでます。なんでアコウって呼ぶかはわからないです。で食ってたんですが網がかかってしまったので、一旦ネットローラーに巻きつけてこちらのお魚を全部外していきます。はい、外せました。ただですね、磯立てでこの子たちハギたちはですね、磯立ての目から抜けないので、めちゃくちゃ外すの全部網返していかないといけないので、すごく大変です。さあ網を外して、次は根がかりしてる、石にかかってるんですけど、それを取っていきたいと思います。どういうことかちょっと図で説明すると、網に引っかかってるんですけれども、引っかかる方向っていうのがやっぱりあって、そのいい方向に、どっちに引っ張るかがすごい大事で、外れる方向に引っ張らないと網がね、その余計に破っちゃうので、そこは気をつけていろんな方向に引っ張ってやっていきます。じゃあ早速やっていきましょう。いろんな方向にもう四方八方外れる方向、僕らは水中の中が見えないので引っ張っていきます。はい、じゃあいい方向に引っ張れたのか、無事外すことができました。でさっき石にかかってたとこ、このようにやっぱ石があるとこはですね、魚が隠れ場所になるので、お魚さんがいっぱいかかってる様子が見受けられます。でこちらは底ベラですね。なんで底ベラっていうのかちょっと分かんないんですけど、底の方にいるベラだからか分かんないです。磯に多いからかな。ベラは磯にいっぱいいます。で味はですね、ちょっと匂いとかが若干あるんですけれども、天ぷらにすると非常に美味しいです。さあその後も繰り進めていくと、いろんなお魚がやってきているのが分かります。でまたキジハタがやってきました。で次こちらアオリイカですね。で今炭吐いたと思うんですけど、イカとかタコっていうのはこう体内に生成される炭を水中で吐いて、それを目くらましにして、その間に天敵から逃げるというねやり方です。さあ網じゃないわ、磯立てが繰り終わりました。 OK ですね。ペロッとね、やっぱこう皆さんに綺麗な映像をお届けするために何度も言っておりますが、そのために舐めております。別に私が画面フェチというわけではありません。じゃあやっぱこう外す順番も大事で、まず死にやすいやつから外していきます。アオリイカはもう網にかかってると本当よく死んじゃうので、優しく水中に入れましょう。でこう今仰いでるとこあると思うんですけど、あれがですね馬の乗馬する時の煽りっていう道具に似ていることからアオリイカって言われております。水イカとかですね、その他やっぱイカの中で一番美味しいのでイカの王様とも呼ばれます。はい、じゃあカワハギも生かし終えました。で小さなアコウは当然リリースですね。大きくなって帰ってきてください。ただアコウもですね大食感っていうのかな、何でも磯のもん食べるので、アコウを放流しだしてからメバルが減った気はします。で底ベラ2匹とさっきあんだけのメバルです。で磯立ては入れておきます。移動。じゃあ次は縦網を食っていきましょう。こちらは先ほどの磯立てに比べて目合いがかなり大きいので大物が狙えます。で去年までもうずっとねカワハギっていうのは秋の時期によく取れてたんですけど、去年まではウマヅラハギしかいませんでしたが、今年からねカワハギの大きないいものが取れるようになってきて、肝が大好きな私としては大変喜ばしいことです。1匹目やってきました。こちらオニオコゼですね。でオニオコゼのオコだちゃうわ違う、オニオコゼのオコゼはですね、こ
笑えるくらい奇怪な醜い顔をしてるっていうことでですね、すごい顔はしてるんですけど、味は非常に美味しい瀬戸内海の高級魚です。で、別名ですね、実は山の神と呼ばれます。なんでかっていうと、その昔このね、鬼おこぜの干物を山の神へ供物してこう備える風習があってですね、その不細工な顔とかがなんていうんですかね、山の神様のこのあれを鎮めるって言われておりました。さあ、雑学を話している間にいろんなお魚が来ておりますね。こちらはアマテガレイです。マカレイとも言うんですけど、魚にマがつくっていうのは基本的にやっぱタイとかでもクロダイとか、チダイとかいろんなタイがいると思うんですけど、やっぱこう中心となるお魚っていう意味でマっていうのがつきます。だからマがつくやつがやっぱその種類の中では一番ポピュラーで美味しいのかなって思います。で、ウマズラハギがバンバン来てますね。ウマズラハギにクロメバル、そしてさっきはカサゴが来ました。で、カサゴはですね、そのまるでこう武士を思わせるような武骨な姿からですね、端午の節句の前に用いられることもあります。で、さっき来たのがヒラメですかね。ちょっと文章読みながら喋ってるもんですから思わずこう見てね、画面は見れてなかったんですけれども、さあ次は何が来るのか。いいヒラメでもないですね、放流サイズの小さなヒラメやってきました。こちらは後で放流したいと思います。放流する時も、ここで放流したりあえて港で放流したりと、港で放流したらやっぱそれが大きくなってきた時に場所が近いんでいいかなっていうことで港で放流したりもします。そしたら魚を外していきましょう。やっぱこう溜めすぎるとどうしても魚が死んじゃうので、慎重にね、時折様子を見ながら外していくんですが、風のある日、潮の速い日とかはこうどんどん流されちゃったりとかするので、気をつけながら様子を見ながらやっていきます。さあ、魚が外し終えたところでもう一度巻いていきましょう。ここでもう一回言わせていただきます。果たして何がかかっているのでしょうか。来たのはカワハギと、こちら瀬戸鯛ですね。僕らはビングシって呼んでるんですけれども、なんでビングシって言うんでしょうね。こうビーンと立った串のようなトゲが背中にあるので、それでビングシっていうのかもしれません。味はなんか来ました。こちらでっかいサメですね。サメといってもフカっていうお魚、サメどっちなんだろう。サメ肌なんだけどサメかって言われたらちょっと微妙な感じです。これは愛媛とかでですね、フカの湯ざらしとかって言って食べられます。縦網でかかるのは非常に珍しいです。基本的にはやっぱり沖の砂地とかに生息しているので、なかなか珍しいかなと思います。さあ、続々と魚が上がってきております。やっぱ秋になるとこうウマズラハギとかハギとか、それからキジハタ、アコウ、スズキとね、いろんなお魚がかかってくるので、僕は秋の縦網漁っていうものが非常に大好きです。で、またまたでかいいいヒラメが来ました。で、ヒラメは実はですね、鳥取県の県魚で、もともと日本ではですね、ヒラメとカレイを分けて区別していなかったんですよ。小さいものをカレイって呼んで、大きいものをもうヒラメって呼んでたんです。小さい時のこう左ヒラメ右カレイという言葉があるんですけど、それはもう昔は関係なく呼んでいたそうです。で、冬にやっぱ2月頃が一番超えるんですけど、もう秋になってこの時期油を蓄えるためにヒラメもだいぶ超えてきました。やっぱ僕はですね、基本的に秋から冬にかけてのお魚が一番ですね、なんていうのかな、寒いからっていうのもあるんですけど、味わいとか内臓系も癖がなく美味しいかなと思います。さあ、ヒラメを生かしていきましょう。で、今ヒラメが上向いちゃったんで、このように下に向けてあげた方が息がいいです。で、皆さんヒラメ人間って言葉聞いたことありますか。どういうことかっていうと、自分の出世だけを気にしてこう上司に媚びへつらう人間のことを言うんですけど、それはですね、もともとヒラメから来てまして、ヒラメは海底でこう両目のある体がもうこう左側がですね、常に上を向いているっていうことから、なんかその上だけを気にするっていうことでヒラメ人間っていうこう人をね揶揄するような言葉ができたんですよ。それはやっぱ自分にはなるべく言われたくないですね。でもこう社会の中ではそういうのも大事なのかっていうか、大事っていうか処世術としては僕は一つありなんじゃないかなとは思いますけれども。さあ、続々とカワハギが来ております。もともとはウマズラハギの完全上位互換って言われてたんですけど、やっぱウマズラハギも美味しいんで、最近はね価値が見直されてきて、でもね今朝ですね、僕この動画入れる前に
食べたんですけど、やっぱりカワハギすごい美味しかったです。でこちらタイ語半分食われてます。やっぱこう網にかかっても何かしらがね食べるんですよ。多分タコかイカぐらいだと思います。ハモだったら噛んだ後にぐるぐるトルネードするので、それでもう網がぐちゃぐちゃになっていることが多いです。さあまたしても赤エイはもう嫌だ、刺されたくない。でオニオコゼもパラパラと来てます。でこちら次来たのがメイタガレイ、メダカって僕らは呼んでるんですけど、こう目が高いっていう意味でメダカという意味もあれば、メイタっていうのがですね、目の間にこう板状の突起物というか、形のものがあって、それでメイタガレイとプラスそこにねなんか触ると痛いのがあるんですよ。だから目痛いメイタガレイっていうことで名前がついてます。だから3つの諸説ありですね。でこちら来たのが多分なんですけど名古屋フグです。ナシフグとかって香川県では言われまして、香川県でもトラフグは取れるんですけど、基本的にはナシフグが一番香川県の中では推しているお魚かなと思います。どっちがうまいかって言われたら分かんないですけど、名古屋フグは刺身で食うとこうすんごいプリップリとして味がいいです。ただ炊いて食うとなんかちょっと、パサつくなっていう感じです。さあマダイが来ました。マダイはですね今底引き網でめちゃくちゃ取れるんで、もう超安いです。超安いんでこれは解体しておかずで味噌漬けに最近ハマってまして、それで食べようかなと思います。さあその後もバラバラいろんなお魚が来て非常に目まぐるしいです。で最後にこのような何かよくわからないカニが来ました。わかる方はコメント欄で教えていただけると幸いでございます。はい、じゃあ網も残り少なくなってきたところで最後にねかかることがよくあるんですよ。でちょうどこのロープがかかってこれ沈んでるんですよね。引っ張るとフロートがで離すとポイーンって浮き上がるんですね。こういう時はどうするかっていうと、ロープだけがこうかかってるのでロープを一旦ほどいてあげます。で浮きの浮力で外れない状態なので、それを外してあげて石の下から抜いてあげるような形で抜いていきます。とすると簡単に外れました。最後に受けをくくればこれでオールナイト OK です。 Good。 終わり。はい、じゃあ最後に終わりまして、魚さんも全部外せました。生かしていきましょう。池間の中ハギたちでいっぱいになっております。もっとね数年前はもっといっぱいになるぐらい。はい、全部外せましたというところで最後に、やった磯立てを食って、漁は終わりにしたいと思います。ただ取れた量はほんとこんだけでした。もうメバルが厳しいです。気候。はい、じゃあ帰ってきました。で取れたものがこちらです。なかなか大量ですね。まずヒラメが3枚で、黒メバル、ガシラ、カワハギ大量、ウマヅラも大量で、瀬戸大、フカ、ソコベラ、謎のカニ、赤エイ、キジハタ、アマテガレイ、メイタガレイ、オニオコゼ、アイゴ、タイちゃん、アオリイカ、脂肪。じゃあこれ生かしていきます。網水用意してで入れていきます。じゃあこれで船につけておいて、で小さい魚はリリース。はい、じゃあ帰ってきました。晩酌です。朝日タイム。仕事終わりは最高だ。いや今日は結構大量で良かったです。とりあえず明日の朝、5時に起きて市場に行きたいと思います。おやすみ。おはようございます。起きたふりです。じゃあ市場行きますか。
ちゃ乗りやすいです。続けたら一緒。はい、じゃあ準備が終わったんで市場行きます。市場到着。はい、ただいまということで帰ってきました。で、気になる市場の金額は動画の最後にお伝えします。では朝ごはんですね。というわけでこちら馬面はぎです。これで今日は痛風軍艦作っていきたいと思います。レッツゴー。まだ生きてたんでピクピクしてますね。エッチです。はい、じゃあやっていきます。まずこの頭を折ります。どっか飛んでったけど気にしない。で、かかとでここをどんどんと落としますと、めっちゃうんちが飛び出ました。うんしゃですね。で、もいでいきます。じゃあ次、肝取り出していきますが、ニガ玉が潰れないように水を出しながら、僕の取り方はもうここの膜取って、下から親指ぶっ込んで取ります。気持ち中に残るかもしれないけど残らないように取る。でピーッと取って、これがニガ玉なんでこれを気をつけながら引っこ抜くと。 OK。 じゃあ綺麗な肝臓が取れましたとさ。で気をつけないといけないのがこの胆のうがあって、この胆のうのね線があるんですよ。このまま引っ張るとここ破れて胆汁出ちゃうんで、ここから外してあげるように、こうやって外してあげると大丈夫で、魚も洗って、で皮を剥いでいきます。で剥ぎはですね、皮を剥ぐことから剥ぐからそれが転化して剥ぎというね名前になってます。皮を剥ぎってね。はい、じゃあ次三枚おろし順当のやり方でやっていきます。
こちらの腹骨、人間でいうとこのあばら骨ですね、これを取って、で萩はこの薄皮がついてるのでこうやって寝かして、で真ん中の血合い骨の下側入れて、で下まで切らずに横にスライドして薄皮を剥いでいく。ほら大失敗、少々の薄皮は大丈夫でしょう。で反対もよし、大成功。はい、じゃあ身だけになりましたら、これをもう細く糸切りしていきます。はい、これで身は OK で、肝は軽く叩いて、これで下準備は OK で、酢飯を用意したら、駐車場の猫は首をしながら今日も一日を過ごしていく、何も変わらない穏やかな街並み。こちら浜ゆいの焼き海苔、概要欄から買えますをご用意して、軍艦にするんで、まず軍艦の形に握っていきます。軍艦って言っても結局寿司の形に握ればいいのかな。シャリを用意して空間キッキッこんな感じ。よいしょ。はい、じゃあシャリができたら海苔を用意して海苔を出します。で一応焼き海苔なんですけど、コンロがある方はこちらの表面だけこう炙ってからでも美味しいです。炙りすぎちゃダメです。で海苔はね、表と裏があって、こっちが裏でこっちが表です。で海苔切るんですけど、軍艦ってどれぐらいで切ってんだろう。多分こんなもんでしょう。いい音。はい、じゃあ次米をくりみます。でかいでかすぎた。思った以上に低いんだな。うまい。じゃあ巻きます。くるっと巻いて、ここに身と肝をのせたら最高の痛風軍艦です。めちゃくちゃうまそう。はい、というわけで完成しました。こちら痛風軍艦盛りですね。いただきましょう。よし、じゃあ醤油をかけるぞ。はい、それじゃあキッチンドランカーということでいただいていきましょうか。まあドランカーって言っても酒はないんですけど、もうめちゃくちゃうまそう。最高です。いただきます。やば。もう死にたてでグリグリの身にこの甘いね肝がすんげえ身に絡むんですよ。それを海苔がね包んで、なんだろう、さらにいいアクセントを加えるというか、香り高いというか、めちゃくちゃ美味しいです。で今日の売り上げはですね、だいたい3万2000円ぐらいでした。まあもうちょっと相場いいかなと期待したんですけれども、まあこんなもんだろうと。おかずにした馬面はぎ5匹を売ってもまあ3万4000円ぐらいかなっていう感じですね。いやマジで美味しい。いやというわけでちょっと疲れましたけれども、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. Bye bye.